皆さんのボルダリング人生の中で最高グレードの壁にぶつかったことはありますか？夏も2回ほどあるのですが、その中でも初めてぶつかる大きな壁がこの3級でしょう。ボルダリングの3級というと、ちょうど中級者への登竜門となります。いきなり難易度が跳ね上がったように感じて、何これわかんないなどと感じる人も多いと思います。3級に挑戦するにあたって知っておくべきこと、するべきことはいくつかあるのですが、今回はその中の一つに絞ってご紹介します。ということで今回は初めての3級を落とすために知っておきたいことについてお話ししていきます。先ほど言ったように3級を攻略するためのアドバイスはいくつかあります。先に言っておきますが、ブラウザバックは夏の話を聞いてからにしてくださいね。では今回3級チャレンジャーの皆さんに送るアドバイスは、とにかくたくさん登ることです。とにかく登るなんてね、ありきたりなアドバイスは求めていないと思うかもしれませんが、この言葉、そんなに単純な話ではないのです。では改めて、まずすべきは何と言っても、とにかく多くの時間を壁と過ごすことです。もう少し具体的に言うと、5級から4級の課題をすでに落としたものも含めてとにかく登ることです。これにはいくつか理由があるのですが、今回は3つその理由をご紹介します。一つは単純な基礎筋力、体力の増強です。ボルダリングはそのイメージと異なり、とてつもないパワーはさほど必要じゃないです。このことはまだまだ小さな子供たちや60代以上の方たちも登っているところを見れば明らかでしょう。とは言ったものの、当然グレードが上がれば残念ながら必要なパワーも上がるもの。そしてこの3級挑戦の段階では、皆さんの体はまだ3級を登る準備ができていない場合がほとんどでしょう。つまり3級を登るには今以上のパワーを身につける必要があるんです。そしてこれを成し遂げるために最も楽しくかつ効率的な方法こそ、とにかく多くの課題を登ることなんだと思っています。しかし、ただ登ればいいというわけではありません。最高グレードを上げる際に多くの人がやりがちなミスがあります。それは最高グレードの課題のみを打ち込むことです。確かに自分の限界以上の課題に挑戦しないと、そのレベルが登れるようになることはありません。ただここで注目しなければいけないのが登る量です。強度が高い課題に挑めば挑むほど、それだけあなたの体は激しく消耗して必然的に休む時間も増えます。例えば3級の課題に1日10トライするのが現在のあなたの限界だとします。壁の高さを4メートル、そして課題の半分まで登れたとして1日20メートル分登ることになります。しかし5級から4級の場合、1日に20トライできるとしたら、20トライ中半分は完登、そしてもう半分は中間で落ちたとしても、登った距離はざっと60メートル。これだけの差があれば筋力の成長が遅くなることは目に見えてるでしょう。つまり重要なのは、最高グレードに挑戦しつつ低グレードの課題をたくさん使ってとにかく体を使うことなんです。
2つ目はシンプルにボルダリングに慣れるためです。ボルダリングの動きはかなり独特です。ボルダリングは自然の理にかなった動きが要求されるため、物理法則の点で言えばごくごく自然な動きです。ただ、日常生活で出てくることはまずありません。なんだって重力に抗う必要がないんですから。そしてボルダリングのホールドも同様、かなり個性的な子たちです。慣れない壁についている変わった突起物を頼って不思議な体の使い方をする。中級者を目指すにあたって、これはもう慣れないわけにはいきませんね。これはボルダリングに限った話ではないですが、何かに慣れるためにはそれに対して多くの時間をつぎ込むこと、そしてたくさん触れることが最善です。ここは先行投資だと思ってたくさん登ってください。もっとも皆さんはボルダリングの沼にすでに片足を突っ込んでいる状態でしょうから、この時間はまさに幸せそのものでしょう。そのうち皮が剥がれてきた指先を見てニヤニヤっと。おっと、これ以上はいけない。3つ目はムーブをとことん練習するためです。3級を簡単に説明すると、基本的にはその前のグレードまでで出てきたムーブたちを使ってホールドや体のポジションを悪くしたものです。これに3級で出た新たなムーブもあるでしょうが、一旦それは置いておいて、ホールドとポジションが悪くなると一体どうなるんでしょうか。答えは単純。動けなくなるんです。これは少なからず筋力不足の問題もあるでしょうが、それよりも問題なのは、今自分の体がどう動いているのか、どう力を入れているのか、分かっていないことです。この現状を例えると、ちょうど新しい道具やおもちゃを手に入れた子供のような状態でしょう。最初は手に入ったことが嬉しくて夢中で使うんですが、正しい使い方、効率的な使い方、他の用途への応用、はたまた危険な使い方などなど、知らないことがたくさんあるんです。もし手に入れたものがナイフだったら、使い方を理解しないと怪我しかねませんね。そしてこれは皆さんにも当てはまることです。具体的には、体のどの部位にどう力を入れればいいのか、体の重心をどこに持っていけば楽になるのか、そして実際に自分はどう動いているのかなどなど、チェック項目が多く、まだムーブを身につけたとは言えないでしょう。そんな状態で強度だけ上げたら、それこそ怪我のもとです。ボルダリングはその身一つで壁を制覇する競技。怪我はなるだけ避けたいものです。そのためにも、まずは強度の低い場所で練習することが重要なんです。ということで、今回はとにかくボルダリングと長い時間触れ合うことの重要性について解説しました。夏も3級挑戦中だった頃、とにかく登れというアドバイスに対して、いやいやそんなことが聞きたいんじゃないんだけどなとやきもきしたものですが、振り返ると大事なアドバイスであったことがわかります。とはいえ、皆さんが聞きたい情報はこれで終わりではないですよね。ご安心。今後も皆さんが欲するボルダリングの情報、そしてそこからつながる様々なジャンルの情報を皆さんとシェアしていこうと思っています。なので皆さんはそのまま
どうぞボルダリングの沼へ沈んでいってください。え？引き返したい？もう手遅れですよ。今回の夏ボルはここまで。またお会いしましょう。バイバイ。